こんにちは、とばろくです。いや、最近あったかくなってきましたね。だいぶなんか気温も20度超えるようになって、割とこう部屋の中でパソコンやってるのがもったいないなっていうか、結構ね、外行きたいなっていう気持ちになっているので、そろそろあれ始めていこうかなと思います。はい、というわけでなかなかいい感じのスポットを見つけたので、ここをキャンプ地とします。いや、めっちゃ気持ちいい。今日昨日なんかすごい雨降ってて、でそれで今日ねなんか濡れてて大丈夫かなと思ったんですが、多分湿ってはいるけど大丈夫でしょう。チェアなんで、そのためのチェアリングだからな。で通りかかって近くにカフェがあったのでコーヒーも調達してきたぜ。いい感じ、いいですね。気持ちいい。これはもう4年前にも登場してるんですが、ヘリノックスのチェア2ホームです。色がね結構やっぱこれ可愛くて、ついついこれを持ってきちゃうんですよね。そんなに軽いわけではないんですけど、パソコン1台分ぐらいかな。素材感がすごい良くて、どの辺がいいかな。これをねテーブル的に使えたら熱いなっていう気持ちなので、よいしょよいしょ。まずはよいしょ、こんな感じ。はい、即席チェアリングセットの完成です。これがねめちゃくちゃ軽いので、ちょっとでもこう体を離しちゃうと風で飛んでしまう。今日風が強い。とりあえずコーヒーをいただく。うまい。この時期外で飲むアイスコーヒーはうまい。いいな。今回ねこのカメラも持ってきてるんで、これとなんか組み合わせて撮ろうかな。 Vlog にやっぱこれがねちょうどいいんです。こんな感じ。はい、ちょっと持ってきたものも一応紹介しようと思います。チェアリングはね何もしないのがすごい大事なんですけど、とはいえ結構何もしてないとアイデアとかがすごい浮かんでくるので、バババババとまず作業系アイテムから見せていきます。じゃじゃん。眩しい。はい、まず何かを考えるときにはもうトバログ絶対必須。もうこれはもうなんかパソコンとか持ってかなくてもこれさえあればみたいなところもあったりして、結構アイデアみたいなのはロールバーンのこのノートとピグメントライナーの 0.3mm のやつで組み合わせて使っています。これはねもうなんかすごいいいですね。必須。何書いてるかな。見せられるページもそんなに多くないんですけど、こういうメモみたいなのもするし、例えばこんな感じで、ストレージどういう風にしていくかなみたいなこうメモ帳、この間動画アップしたやつのメモみたいなの書いたり、これもこの間のシェアリングの時に本を読みながら考えてたやつで、トバログというかガジェット YouTube ってどうやったら面白くなる、見たくなるのかなみたいなの考えてたやつとかね、本当にそういうことをただ考えるやつですね。本とか読んだりなんかインスピレーションを受けた時に、なんかねメモは結局アナログに今は戻ってきてて、あんまり保存するとかじゃなくて書くことに意味があるというか、なんか読み返すとかじゃないんだけど、書くことで脳の中にある考えてるものをねちょっと凝縮させるみたいな、そういうことがあるので、これはねよく持ち歩いてますね。はい、あと MacBook は結構軽いのでやっぱ MacBook Neo は持ち歩きます。Surface Pro も持ち歩くんだけど、Surface だとこうねなんかスタンドがこうなるじゃないですか、グイって。だから膝の上に乗せるのが割と大変なので MacBook Neo 持ち歩くマン。ちょっとこんだけ炎天下だとやっぱね
画面の明るさが足りない感があります。チェアリングの時にパソコン使うってそんなないんですけど、今紙で書いたやつを清書してノーションとかにまとめておきたいとか、 AI に聞きながらちょっと壁打ちしたいとか、そういう時に使うイメージかな。あと今日は本を持ってきました。2冊。毎回チェアリングの時には何らかの本は持ってくるようにしていて、家にいるとやっぱどうしても作業したくなっちゃうんで、動画編集とか、こっちの方は県外編集者ってやつで、都築恭一さんっていうポパイの編集者をしてて、で東京スタイルっていうルームツアー本みたいなすごいね有名なものがあるんですけど、これをね書いている人のこの編集者としてのうんぬんみたいな、これ前から気になってたので買ってたんですけど、積んどくしていたのでこのタイミングで読もうかなと思って。でこっちは前にハイロックさんの部屋を取材した時にハイロックさんのお店で買ったやつで、まだ読んでいなかったんです。ポールランドさんっていうデザイナーの方の、なんかデザインについての教えみたいな本っていう感じかな。まだ読んでないから内容全く知りません。IBM のロゴとかやった人だ。 IBM とかそういうね有名な会社のロゴとかをやっていた人の本で、チェアリングなのでちょっと音楽も聴こうかなと思って、今日ねマジでスマホを完全に忘れました。本当はスマホも持ってくるんだけど、もうスマホも忘れちゃったので音楽も聴けないけど、僕には iPod があるっていうところでギリギリでしたね。 iPod がなかったらちょっと大変なことになってた。iPod ぐらいがねやっぱちょうどいいんですよ。電池もギリギリだ。ちょうどいいか。このアルバムの中身は僕が高校時代から大学時代に差し掛かる時に CD から入れた曲だけが入っているっていうエモさですね。円屋とか聞きながら本読んで、これでチェアリングするっていうのが良さそう良さそうで、あと地味に大事なのがサングラスですね。サングラスは結構こういう日は大事で、紙の本が眩しいんですよ。うわ眩しいみたいな、真っ白で眩しいから、このサングラスをかけないと快適に本が読めないっていう、めちゃくちゃ見づらいと思うんですけど、サングラスがかかっているところだけやっぱ眩しくないので必須ですっていうところで、ちょっとゆるっとチェアリングしていきます。ナウプレバニーピンクです。はい、こんな感じでチェアリングを楽しんでいるので、今音声は後で収録しています。チェアリングに関してはね、初めてやったのがこの動画で撮っている時で、もう 4,5 年前ですね。コロナ禍の時にやっぱ外出自粛みたいな、外に出ないでステイホームみたいな時がすごくあって、その時にやっぱちょっと人目につかないところでなんかのんびりしたい、だけどキャンプとかその遠出するのはちょっと大変だなみたいな時に、なんか日常の中にねちょっと出かける時間とか外でのんびりする時間がないと、やっぱストレスどんどん溜まってくっていうところから始めたんですけど、なんだかんだね生活スタイルに馴染むというか、一日こう出かけてキャンプ行くぞとかハイキング行くぞとかじゃなくて、作業の合間にこの時間があるっていうのが結構なんかゆとりある感じなんですよね。それで結構好きで、こういう風に出かけて本を読んだりとかね、なんかいつもと違う作業するっていうのがすごく気持ちいいです。日光にね当たるのもすごく大事だし、気持ちがいいんじゃないかなとは思うんですが、どっちかっていうとチェアリングめっちゃいいのが、なんか空気がこう抜けて、柔らかい風が自分の体に当たるあの感覚が多分めちゃくちゃいいんじゃないかなと思ってて、心になんか太陽でこうセロトニン浴びるっていうのもそうなんですけど、どっちかっていうと風通しのいい場所で柔らかい風が体に当たる感覚だったり、川の流れる音とか、なんか木々のねこう葉っぱが擦れるさーっていう風の流れる音とか、ああいうのを五感で感じられるっていうのが多分すごく体にとってねリラックスすることだと思うので、チェアリングは本当に日常の中で日々の昼間の1時間だけを見つけて
そこでやる作業と椅子を持ってこんな感じでふわっとねコーヒー買いかてらなんかねのんびりするのがいいのかなっていう感じです。ちょっと後半はポッドキャスト的な感じになっちゃったんですけど、こんな感じでちょっとシェアリングのすすめっていうところで今一番ちょうどいい時期じゃんっていうところから動画を撮ってみました。これが6月中旬からまた10月ぐらいにかけては結構チェアリングすらも厳しいような時期に差し掛かってくるので、なんか蚊がいたりとか日差しが強い、半袖でも暑いとかになるとちょっと大変なので、ぜひね今の時期皆さんチェアリングできる人は何でもいいと思います。クッションでもいいしレジャーシートでもいいと思うんですが、外に出てちょっとこうやってのんびりする時間があるとすごくストレスも軽減してゴールデンウィーク明けもなんかね気持ちよく過ごせると思うので、ぜひトライしてみてください。はい、というわけでこんな感じで動画終わりにしようと思います。気に入っていただけた方はチャンネル登録、コメントなどなどよろしくお願いします。あとトバログでは普段はねガジェットとかルームツアーとかそういうのをやっているのと、こんな感じでジンっていうか自分の持ち物に関しての本を作っているので、そちらもぜひチェックしてもらえると嬉しいです。はい、というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。